コットンでねよくパッティングしましょうとか言いますけど、こういう細かいパッティングもですね、皮膚の表面の毛細血管を切る可能性がありますよ。こんにちは、おけんママこと加藤ひとみです。今日は正しい化粧品の使い方についてお伝えしたいと思います。毎日何気なくお手入れしてると思うんですけれども、やはり効果的なやり方っていうのがあるんですね。で、今日はですね、私自身が実践している化粧品の使い方をお伝えしたいと思います。皆さんそれぞれお使いの化粧品があると思うんですけれども、例えば私がプロデュースしましたセリフの場合はですね、まず化粧水があります。洗顔後の肌に直接一番最初に使うのが化粧水ですね。そして次、美容液ですね。保湿美容液ですね。次はクリームです。で、この順番で使います。今お使いになっている化粧品の使い方、皆さん大概そういう風にしていると思いますね。最初にさらっとしたもの、一番肌なじみがいいものですね。皮脂膜がなくなっている状態ですからね、洗顔後はその皮脂膜を作っていくわけです。本当の皮脂が出てくるまでのね、角質をさせるものはやはり一番さらっとしたものですね。ほとんど粘度がないものを最初に使いますね。そうすることで瞬間的にパッと潤いが広がりますよね。すごく気持ちいいですよね。で、使う量はですね、お肌がしっとりする程度。例えばよく言われるのが500円玉硬貨を手に出して、そしてその後なんですね、コットンを使う方法もあります。コットンでね、たっぷりベタベタになるぐらいまで染み込ませてパタパタっとやりましょうっていうのがありましたけども、これするとね、ほとんどコットンが吸った状態で無駄になります。一番いいのはやはり手のひらです。手のひらが吸うって言いますけども、正直この手のひらっていうのは吸収すぐにするわけではないです。コットンの方がはるかに余分に吸ってしまいます。なのでローションをタタタタッとやって、そしたらね、私のやり方はちょっとザーッと伸ばしてパンパンパンとやります。で、それで潤いが足りないと思ったらもう1回です。だいたい500円玉ぐらいやって、さーっとやってパン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 と、これが一番早くて効果的です。コットンでねよくパッティングしましょうとか言いますけど、こういう細かいパッティングもですね、皮膚の表面の毛細血管を切る可能性がありますよ。普段から顔ダンスをしてたら肌の奥から血行を流している状態なので、あえてこう叩いたりとかマッサージしなくちゃということは一切しなくて大丈夫ですからね。しっとりしたらすぐ直接これ美容液ですね。よく2プッシュとか1プッシュとかありますよね。セリフの場合は2プッシュするんですね。ピッピッとこういう形でシュッシュッと手に取ります。このローションを使った後のよくちょっと置いといてくださいとか浸透するまで待つとか言いますけども、待たないです。そんなことしてたらどんどん潤いが逃げていきますから。乾いたのを待ってこれをやってたら非効率ですからね。ローションがついてしっかり潤ってもベタベタしてる状態で美容液を手に取って、これも同じです。こう手のひらに伸ばすというよりもですね、こうプッシュしたらもう塊でちょっとこうありますから、それをこう取ってこう乾燥したとこからつけますよ。一番乾燥しやすいのはこの目尻の下です。ここです。この部分ですね。ここにまずポンポンポンと置いて、目の周りをこうつけて、あと口の周りも乾燥して、その最後に T ゾーンですね。一番いいのは、やっぱり首周りにもなじませるということです。で、先ほどローションつけましたけども、ローションも顔だけではなく首周りもしっかりつけてくださいね。理想はですね、顔にこの範囲に使った同じ化粧品の量を首にも使うということです。首からデコルテ、できたらお手入れの時には少し胸の開いた服がいいです。首のこう詰まったものよりも、この首筋からね、この肩のちょっとここまでしっかりとこうね、なじませる方がいいですね。結構ね、ここって露出しやすいとこですよね。そういう時に見られても綺麗な肌でいたいじゃないですか。できたらもう顔と同じ量のものをここにも惜しげなく使ってください。特にちょっと首のこの後ろ、この辺りちょっと黒ずみやすいんですね。で、次すぐにもうベタベタしてますよ。いっぱい塗ってますからね。そのベタベタの状態のまますぐ即クリームです。で、クリームですね、こういうジャーに入ったものでしたらこうスパチュラで取ったりとかね。で、こういうプッシュ式のものだったらもうこのまま1プッシュから2プッシュ、そのご自身のね、お顔の範囲とか乾燥しやすさにも合わせてやるといいですね。で、これもさっきの美容液として手にのせたら乾燥してるとこにまずポンポンとのせて、やっぱり私はこの方のあたりですね。この辺が一番やっぱり乾燥してやすい。この口周りって意外とカサカサするんですね。で、こうなって最後に T ゾーンをグーッと伸ばして、私の場合はさらに2プッシュほど取って首周りいきますよ。首もやっぱり大事ですからね。で、よく首のつけ方として上に向いたらいいとか下に向けたらいいとか言いますけども、基本的には上から下にこうなぞるようにするといいですね。首に関してはこういう感じでね。基本的には化粧水と美容液ですね、セラムですね、そしてクリームで蓋、これが一番流れですよね。あとプラスアルファで例えばちょっと
シミそばかすが気になる方、こちらですね、こういう美容液ですね。セリフでしたらブライトニングエッセンスっていうのがあるんですけども、ビタミン C 誘導体の入ったもの、肌張りは壊しませんので大丈夫ですよ。誘導体って書いてあるけどね。そういったものはローションの直後に使うと覚えておいてください。皆さんのお使いの化粧品のブランドにも美白ものがあると思うんですけどね。でそのメーカーによって使い方っていうのはもちろんあるんですけども、一般的にはですね、サラサラしたものから粘り気の強いものっていくのが一番いいんですね。それが一番角質層をしっかりと潤わせる順番になりますので、ローションを使った後にすぐ美白系で、その後セラムにクリームという順番になりますね。でここまでやってさらに乾燥感を感じる、そういう時にはオイルがいいです。一番いいのはスクワランオイルですね。これがね、皮脂にすごく近いです。あとホホバオイルもあるんですけども、そういったものもねいいんですけども、ちょっとねしっとり感が私としてはちょっと足りないかなっていうので、私はいつもスクワランをね使ってます。スクワランオイルも純度の高いものがいいですね、できるだけね。それをですね、クリームをちょっとだけ手に取って、オイルをちょっと手に取って混ぜる。もちろんオイルを直接つけてもいいんですけども、テカテカ感が気になる場合はクリームにちょっとオイルを混ぜるのがいいです。全体に塗るっていうのはあんまりおすすめしません。後のオイルはね、クリームまでは全体でいいんですけどね、オイルのものを後補う場合はもう基本的には乾燥している場所だけになります。顔全体がパリパリに乾燥するってことはめったにないんです。でも自覚的になんか乾燥するなって感じてる時って全体が感じてるように思うんですよね。実際には一部分とかに2つの箇所とか本当に部分的なんです。先ほども言いましたように、この目の下がね一番皮膚の厚さが薄い場所になります。ですので一番ね潤いが逃げやすい場所、ここにたくさんつけてあげるといいですね。そこをねちょっと一回つけてしばらく置いてみてください。そうすると、ここだけしかオイルつけなかったけども乾燥感が和らいだなって思うと思うんですね。それでもまだ乾燥してる感じがしたら、もうちょっと頬のあたりとか、基本的にはねあまりオイルをベタベタ塗らない方がいいですね。やはり吹き出物の原因にもなりますからね。クリームまでは大丈夫です。たっぷり塗っても大丈夫なんですけど、オイル関係はあんまり大量に塗らない方がいいですね。ケミカル立ちをしてるとオイルを塗らなくても十分になります。もう自分の力でしっかりと潤うようになるので、あえてオイルを使わなくてもいいんですけど、やはりですねケミカル立ちしてても体調とか、あと季節の変わりでちょっと乾燥感がある時とかはオイルが手助けにとてもいいですね。先ほどコットンはあまり良くないとお伝えしましたよね。繊維っていうのはいくらコットン 100% のものでもやはり刺激になりますので、細かい繊維はね手のひらが一番いいんです。手のひらほどいいお道具はないです。一番肌に優しいです。自分の肌が一番いいんですね。ですのでしっかりと手でお手入れしてあげてくださいね。洗顔方法なんですが、おすすめはぬるま湯ですね。人肌程度のぬるま湯で、あんまり熱すぎると乾燥の原因になるので洗うんですね。夜もそうですけども、特に一番朝がね皆さん迷うと思うんです。夜はメイクをしてますからクレンジングで石鹸洗顔をするっていう流れがあると思うんですけど、朝って若い頃のように油がいっぱい浮き出てるっていうことはないんですよね。でもなんか石鹸使わないと気持ちが悪いとか思うんですが、石鹸洗顔で朝しっかり顔を洗うっていうことは40代からはあんまりしない方がいいと思います。でもですね、やはり T ゾーンとか小鼻の辺ってちょっと油切ってるんですよね、朝ね。でもほっぺたの方は乾燥してるんですね。じゃあ石鹸を使うか使わないかということですけど、おすすめは以前の動画でもお伝えしましたけれども、まずぬるま湯で顔を濡らして石鹸を泡立てて、額と油が出やすいとこだけに石鹸をのせます。そしてちょっとくるくるっとやって、後のところには石鹸をつけずにそのままザッと流す。これが一番いいです。私もいろいろ研究した末にその方法が一番ベストだということが分かりました。そうするとですね、頬の潤いは残ったまま油が浮きやすいとこだけ綺麗になるんですね。かといって頬も全く石鹸に触れないかというと、流す時にちょっと触れる。で若干この表面の寝てる間のホコリとかも一緒に取れるという、そういう流れになるんですね。これを思いつくまでちょっと時間かかりましたよ。石鹸を使うか使わないかというところですごく悩んだんですね。それをおすすめします。今日は効果的な化粧品の使い方についてお伝えしました。ぜひ参考にしてくださいね。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おきゃんママでした。